皆様こんにちは。ヘアメイクアップアーティストの小田切ヒロでございます。本日はスワイメイクのご紹介でございます。密かなブームになっているスワイメイク。メイクが映えない、なんだか顔に華やかさがプラスできないという方にはとってもおすすめのメイクアップになります。それを今からご紹介していきたいと思います。それではスタート。それでは早速始めていきますわよ。今日はモデルさんに布施谷りのちゃんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。今日もありがとう。ありがとうございます。そうよ。嬉しい。なんて言ったって今日はさ、スワイメイクをさせていただくんですけれども、スワイとはどんな意味っていうふうに思ってらっしゃる方いると思うんだけども、タイメイクなんですね。スワイとはタイ語で可愛いとか美しい、魅力的っていう意味があるの。そう、そんなメイクアップっていうのがですね、今巷では静かに流行り始めてるのよ。そうなの。知ってたでしょ？はい。そうなの。そそう。このメイクを取り入れてなかったら2023年生きていけないよ。あらら、絶対にそう行きたい。なのよ。全てのメイクを取り入れるではなく、そういったアジア圏のトレンドのメイクアップを自分の中に少しずつカスタマイズしていくっていうことがとても重要になるのね。スワイメイクというのはですね、タイの湿度、そして暑い南国の気候にちゃんと対応できるベースメイクっていうのが必要なんですね。でそのためには皮脂を抑えながらセミマットからマットな質感に仕上げていただくっていうのがポイントになります。そこでまずファーストでやっていただくのは日焼け止めでございます。ここではツヤッツヤにならないもの、そこで使っていくのがこちら、コスメデコルテサンシェルターマルチプロテクションコンフォートというですね、これ日焼け止め用乳液になるんですが、無色透明なのでこれつけてるかつけてないかわからない感じのものなんですが、これをね全体にのせていくんですけれども、これはハイトーンになるものでもなければ潤いだけをプラスしながら日焼け止め効果になるものになります。全然邪魔しなそうです。そうなのよ。でこれをねまずお顔の中心からのせていきます、こういう感じでトン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 と。これは無色透明でお色が出ないので日焼けをしやすいなっていうこういった乾パンゾーン、三角ゾーンからこうやってのせていきます。そうこれはねもう全顔に均一にのせていただいて大丈夫です。で全顔にのせていただくんですけれども、ポイントはやはりこの、ね、乾パンゾーン、ここの部分にちゃんとのせていただいてから広げるっていうのがポイントになります。これは日焼け止め全てのものに言えることになりますので、この日焼け止めだからではなく全ての日焼け止めというのは高いところからのせていただくっていうのがポイントになります。だって太陽の日差しすごいでしょ。そっか、高いところに当たるから。そうなの。でこれのせた状態ではなんとなく潤ったぐらいな感じになってると思います。これが大正解。そうなのよ。がいいですね。そう本当に乗せてる感じがしないです。しないでしょう。で日焼け止めをさらにフィット力高めるためにやっていただきたいのが、スポンジにお化粧水を含ませて湿らしたものでフィックスさせていくの。そうこのスプレーをねこうやってシャーってつけますでしょ、つけていただいたらこれを湿らせた状態、湿ってるでしょ、こうやってほら、そうこの湿らした状態からまずトン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 とこうやってフィックスさせていきます。スワイメイクのベースメイクっていうのはとにかく透明感の高いクリアな肌なんですね。夏の日差しに似合うヘルシー肌ではなく、夏の日差しにも負けないほどの透明感の高い肌っていうのがスワイメイクのポイントになります、そこで使っていくのがこちらコントロールベースでございます。すごいかな。そうなのよ、真っ青でございますでしょ。そうしかも発色がいいですね。そうなのよ。この真っ青なブルーを乗っけていくんですけれども、これを全顔にのせてしまいますと爽やかすぎてしまうんですね。あと布施谷ちゃんのお顔というのはですね、ちょっと木くすみがちょっと強く出てるタイプのお顔のお色になりますので、お肌の色ともこのブルーが合わない、そういった場合にですねこのブルーを似合わせる方法というのがございます、その方法がですねこちら、双葉チークブラシでございます。この双葉チークブラシでね、このブルーのコントロールカラーを取っていただきたいんですけれども、布施谷ちゃんのようなこういった黄身肌ベースにもこのブルーが似合うようになります。ブルーの色味を出すのではなく透明感を出していきたいので、このように内側から外側に向かってさーっとこういう感じで、こういう感じで内側にもなんとなくこうやってなじましていきます。こういったイエローベースのお肌色にも馴染んでくれる雰囲気になるというのが素晴らしいアイテム&こちらのブラシになります。そして、デコルテも忘れてはいけない。布施谷ちゃんの場合はですね、お肌のお色、首元まで少しイエローベースになりますので、この部分にもうっすらです。しっかりのせてしまいますと不自然に白浮きしてしまいますので、こういう感じでさーっと。すごい透明感。透明感すごいでしょう。そうなのよ。こんなに発色いいのに全然。そうなの。
実はですね、薄付きなものを薄くのせるとほぼ意味がなくなるんですけれども、こういったしっかりとブルーが出るもの、しっかり色が乗るものに対してブラシで薄くのせていただいた方が効果的なんですね。わかる？はい。そして次に、今日のですねベースメイクの主役となるファンデーションなんですけれども、スーパーマットに仕上がるファンデーション、はい、最近なかなかないでしょう。はい、そうなのよ、こちら NARS の、ソフトマットコンプリートファンデーションでございます。はい、すごい形が可愛い。そうなの、コロンとしてるでしょ。そうなの、これもまたこちらよ、そうよブラシ。これをねこういう感じでブラシにつけますでしょ。つけていただいたら、これをまたお顔の中心からがポイントになります。この部分からスッ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 とチークをつけるようにさっ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 さーっとこういう感じで、この乾パンゾーンをこうやってカバーをしていただきましたら、このまま下に下ろしていきます。で薄く薄くなので、こうやって外側に広げていただいても全く顔が膨張しません。そして全体にこうやって広げていただきましたら、もう一度取っていただきまして、もう一度取っていただいたら、もう一度このトップの高いところ、ここからさっ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 さと乗せていきます。でもう一回トントンスッスッスッ。この小鼻の部分もキメの乱れ、そして毛穴がある方もいらっしゃいますので、この部分はくる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 っとこういう感じでね、こういう感じでなじませていきます。そう、このファンデーションはですね、お粉がいらないタイプの、リキッドファンデーションになりますので、ファンデーションの質感をマットにしたいときはお粉が必須になるんですが、このファンデーションはですね、お粉なしにマットな質感になってくれます。ちょっとマットな質感になってますでしょう。で、目の下というのはですね、こちら、そうよブレンディングブラシ、はい、このブレンディングブラシでね、スッ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 とこういう感じで。今日はですね、目の下のこの赤み、くすみというのはですね、コントロールベースを使いません。なぜならば、こちらのファンデーションが、スーパーマットでありながらハイカバータイプになりますので、コントロールベースを敷かなくても、こうやって薄くのせるだけで全部隠れてしまうんですね。それあとはこういった小鼻の細かいところ、こういったところもこのファンデーションでスッ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 こうしていただきますと、全然違う。そうなの、すっごい軽くて綺麗な。そうマットだけどすっごい透明感高くなる。そうなの。ファンデーション自体もとても優秀なのと、ブラシのテクニックというところで磨きながら滑らせながらのせていただくっていうのがポイントになります。ここら辺のくすみ気にしてたんですけど、そうなの、全然なくなってる。そう、あと肌色がいつもより明るいの分かる？明るいですね。そう、これはあえて明るくしているというのがポイントです。スワイメイクはですね、ベースメイクは一回底上げグッとしといて、そこからチークやローライト、アイシャドウなどでどんどん落としていくんですね。そして次、スワイメイクというのはですね、ちょっと立体感を出していくっていうのもポイントになりますので、これコンシーラーを使っていきます、はい、そこで使っていくのがまたこちらジバンシーのね、こちらのコンシーラーで、先ほどのコントロールカラーと同じラインのものなんですけれども、こちらのコンシーラーかなりハイトーンでございます。もうね、真っ白。これを超少量だけのせていくんですけれども、こちらそういうブレンディングブラシで、この中心のとこだけ軽くです、さっ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 さと薄くこうやって広げていくのがポイントです。これ、ね、いっぱいのせてしまいますともう全てが台無しになりますので、このビューティースポットにのせていただいたものを薄くこうやって広げていくんですね。まぶたの中心も軽く、そしてお口のトップ、マットなハイライターで底上げをしていただくことによって美人度がアップするんですね。そうツヤタイプのハイライトでやるっていうのはちょっとメイクアップのルックが変わってきますので、パールが入っていないコンシーラーで底上げをしていくっていうのがポイントです。こういう感じ、底上げ感出たでしょ。すごいでしょ。見てちょうだい。本当だ、ここにつるんとなったでしょ。はい、そうなの。つるんと光が入ってて、そうなの。スワイメイクというのはですね、隙がないんですね。抜け感はあるけど隙がない、ここがポイントです。最終仕上がりがスワイっぽいんですけども、抜け感が強いとそれスワイメイクじゃないから、ただの抜け感メイクだから。そうなのよ。完成度か。そう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 。そして次に、今ね美しく仕上げたこのベースメイクをフィックスさせていきます。そのためには、こちらになった私の大好きなアナスイ、こちらアナスイのフェイスパウダーなんですが、このお色がねパープルです。ラベンダーじゃなくてパープル。このパープルが強いことによって透明感がとにかく高く出るの。これを先ほどのこちらちょっと使っていない方のそうよチークブラシ、これにちょんちょん取っていただきますでしょ。取っていただきましたら、なじませはこちらのパフでしていきます、はい、パフでこういう感じでパン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 とこうしていただきましたら、まずはこの T ゾーンが光りやすいので、この T ゾーン、そしておでこは光らせないで、こういう感じ。
いっぱいついちゃわないようにここにお粉が残ってるでしょ。残ってるものをちょっとずつこうやってつけていくの。なるほど。そうすると失敗しないから。うん。パフで直接いくといっぱいついちゃうじゃん、はいだからパフについてるものをちょんちょん取りながらこうやって少しずつこうやってこういう感じ。一回見てちょうだい、はい。もうすごいクオリティ高いんですけどすごいでしょう。そうこのアナスイのフェイスパウダー素晴らしいのが紫が強いなって思うと思うんですが、お肌にのせると透明感がぐんと上がるんですよ。マットなのにとても自然な感じで抜け感があるのでもちゃんとした感もあるっていう。こんだけ完成度の高いのを自然に作れるって、そうなのよ。そう、それが魔法のブラシからのこういった新製品のねフェイスパウダーの特徴でもあります。次はねアイメイク、はいもうねここまで透明感を上げたら青みでいくんじゃないなんて思ってらっしゃるでしょう。これがまた違うんですよ。そうスワイメイクというのはですね、こういった黄身色の肌を補正しながら透明感を上げながら黄身に戻していくっていうのがポイント、けれどもここがちょっと上級者テクニックになるのが、ブルーベースのような透明感に対してこういった暖色系のカラーを持ってくるっていうのは少し難しくなってくるんですけれども、それが大丈夫なのが私のテクニックということで今からご紹介しちゃうわ。そうなの、こちらスックシグニチャーカラーアイズ12番でございます。もうなんて言ったってこのすごいスワイメイク感あるでしょう。はい、そう素敵な4色。そうまずはこういった黄身ベースのもので、ちょっと立体感と、そしてこの黄身色のこのスワイ感を出していきます。まずはこの薄いベージュのカラーで立体感、ここで使っていくのが、こちらの、総用アイシャドウブラシに対して、総用ブレンディングブラシをミックスしていきます。これねベージュのカラーを取っていただいて、これはですね目元を立体的に見せたいわっていう方にはとても適したカラーになります。まずはさーっとねこれ、アイホールまでに乗せていきます。今日はですねアイホールをちょっと超えないところっていうのがポイントになりまして、なぜかと申しますと、アイホールを超えるのではなく、今日は目幅の横を広げていきたいという目的でメイクをしていきますので、縦幅ではなく横にスッと長くしていく、これがねスワイメイクのポイントになります。そうよ、横長人生よ。横長人生。そうよ。でマットなカラーになりますので、全部にねふわっと重さを出してしまいますと少しだけ、ちょっとパサついた印象に見えてしまいますので、必ずアイシャドウは1回置いていただいてからブレンディングブラシでこうやってぼかすだけ、これぐらいの量で調節していただくのがポイントになります。でもう一回取っていただいたら、今度は先っちょにね取っていただいて、このそういうアイシャドウブラシは大きいブラシで全部細かいところもいきます。が上大きいブラシでスーッと、もう一色だけでもこういった素敵な印象になってくれる、マットなのに重くならないという素晴らしいカラーなんですね。そうここから目幅を広げていきます、そこで広げていくのがこちらのブラウンのカラー、ここで使っていくのがそういうアイライナーブラシ、こちらでこれ取りますでしょう。この目尻3分の1のところにスーッとラインのように引いていきます。ラインのように引いていただいたら、これを逆三角形にスーッと上にねこうやって持っていきます。こうしていただいてから指でスーッと正面、こうするとシューッと今横長になってるの、切れ長になってるの分かります？あ、本当だ。スーッとなってるでしょ。はい。そう伸びてるわ、横に幅が。そう今日は、まつげとアイラインによってキュッと、切れ長にしていきますので、シャドウでもそのような印象を作っていくことによってとても素敵な目元になります。あとは目幅というのはですね、目尻だけではなく目頭の方も球心側にグッと入れていきます。そのためにはこのシャドウラインでこの3分の1のところにクッと色をしっかり入れていきます。これもトン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 とスタンプをしながら、ちょっと上側にトン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 と二重のラインのとこまで幅を広げていきます。こうしていただくと球心にカーって入るんですよ。見て、本当だ。カーって入ってるでしょ。そうでもそうお色味的にはねそんなに深い色ではないので、自然とキュッと入ってる感じに見えるでしょ。やりすぎてないのにすっごい印そうな象が変わる。のよ。そしてもう一度こちら取っていただいたら、今度は3分の1です。で上、今度目尻3分の1のところにもちょっと影をね入れていきます。このくの字でつながる感じで、なんかもうスワイ感出てきたんじゃない？すごいわ。あ、本当だ。スワイ感がここの色味によって。そうなのよ。しかもさっきより目が大きく見えますね。そうなの。影が入ると。そう
ポイントなのは横幅に少しずつ大きくしていくっていうのがポイントです。そう、最終フィニッシュはブラックのラインが効いてくるようになるんですけども、はい、その前に陰影感でどんどん広げていって、その上からブラックでシュッと締めてあげるともうスワイ完成。スワイスワイよ、そうよ、いいなすごいですそうよ。じゃあ次にブラックのライナーをのせていくんですけれども、はい、その前にインサイドラインにもしっかりブラックを仕込む際にはまつげが邪魔になってしまうことがあるんですね。なので一回ラインをのせる前にビューラーでまつげを上げていきます。はい、はい、じゃあ下アイラインをのせていきます。はい、こちらデジャブの、クリームタイプのブラックライナーでございます。クリーミーですごい滑らかなのにフィット力がとにかく高いの。そうこれねデジャブの新作なんだけど、はい、ちょっとツヤっとなってるの分かる？あ、本当だ。そうクリーミーなんだけどピタッとくっつくのよ。すごいのよ。ということでこれをのせていきます。はい、まずはこの際の部分から狙っていきます。このまつげとまつげの間、本当にスルスルですね。スルスルでしょ？滑らかなのよ。うん描かれてる感じもすごい自然じゃない？はい、痛くないでしょ？全然ないです。そうこういう感じでインサイドもこうやって楽々引けてしまいます。これだけでも素敵なんですけども、今日はねスワイメイクだからがっつりいくわよ。はい、すごいでしょ？ポイントなのはですね、このインサイドラインもちょっとグラデーションにしていただきたいのが、目尻3分の1のこの根元のね、このインサイドのところで結構濃くするんですね。今私何回も行ったり来たりを繰り返していると思うんですけれども、この3分の1の部分のインサイドが一番濃くインサイドラインがくっきりしていることによって、このね黒の濃度のグラデーションで目元が切れ長に見えるんですね。そう黒の濃度がパッチリンコ。そして今度はアウトラインにのせていきます。はい、こうね、ガイドがなくてもすごい簡単に引けちゃうのよ。スルスルスルーとね。これも上からなんですけれども、まつげとまつげの間を狙いながらスーッと引いていきます。こういう感じで、ここから目尻のスッとした切れ長のラインを引いていくのに、これでね直接いってもいいんですが、これだってさ左右さ対称にするの難しいでしょ。なのでそこであなた優秀なのがこちら、そういうアイライナーブラシ。本当に優秀。そうなの。これを先っちょにこうやってつけるわけ。こうやってね、こうやってつけていただきますでしょ。こうやってつけますとシャドーラインが引けるんですよ。正面で目尻から出たこの部分からスッとこうやって出していきます。そうでこのスッとなったところから綿棒を使って、綿棒をここ部分をグッと指圧で。そう指圧でね細くするの。はい、で先っちょを作るわけ。はい、で先っちょを作ったじゃない。この先っちょでこのシャドーラインの先端をスッと整えていくわけです。結構ねこういったアイシャドウラインを引いた時だったりとかアイライナーで先端がプツッとなってしまう方いらっしゃると思うんですが、プツッとなっても OK なんです。もうここね先っちょを潰していただいて、潰したところから先端をスッスッスッと肌に溶け込ませてしまえばいいの。こうすると切れ長アイの完成よということです。でここでポイントなのがですね、ここまでのブラックラインが強いとちょっと怖い印象に見えますよね。でもねこの怖い印象をなだらかにするためにはもっと目を強くするということ。そうというのはラインが強かったらまつげも強くすべしということ。そこで使っていくのがバッサリしたまつげにするためのマスカラではなくつけまつげを応用していきます。そこで使っていくのがこちら。この D アップのね、これ私何度も使っていて、これ実は2個目なんですけれども、そうこのねもう使った形跡すごいでしょ。もう感じますね。そうなのよ。もう実はねここに糊が残ってるのはこれがポイントなんですよ。はい、糊というのはですね私の方法なんですけれども、つけまつげにちょんちょんってこういった D アップのねこの糊をつけるよりも一回ここでね、私の糊ゾーンなんですけれども、糊ゾーンにこうやって糊をつけとくんですよ。時間の経過でどんどん硬くなるでしょ、ちょっと硬くなってきた時につけると乾かさないでもちょんちょんちょんってつけてくる。時短。そうでこれちょっと置いときますよ。はい、置いといた状態でまず初めにやっていくのが、こちらアディクションのブラックのマスカラ、このマスカラで直接いくとバサッとなるんですけれども、これはですねつけまつげをつける根元の部分にですね少しまつげが今上げたものが下がってこないようにちょっとだけ固定をしていきたいと思います。そのために使っていくのが、こちらそういうスクリューブラシ、このスクリューブラシでこうやってね根元にちょっとだけこうやってつけるために
ちょっとだけ薄くつけていくのこうやって。ででコーティング力のあるマスカラになりますので、これをね根元だけに軽くつけていきます。はい。もうこのマスカラも優秀だから、こういった根元をねコーティングするためにも使えますし、毛先までしっかり上げたい時にも使うことができるマスカラになるんですけども、黒の力が強いのになぜかバサッとした感じにならないの。すごいのよ。いいわよ、ほらお目ん玉フレームがすごい綺麗になったでしょ。実は今ビューラーで上げていたんですけれども、上がっていると思いきや根元を1ミリでもちょっと上げてみるだけで目のフレームがすごい綺麗にくっきり出るんですよ。あとポイントとなるのがこうねホットビューラー、これで今根元にマスカラをつけたところを固定していきます。つけまつげはポイントで根元だけつけてきますので、この根元の部分が整っているとつけまつげがねポイントでつきやすくなります。本当だ、根元から綺麗にそう上がってる。なのよ。根元からちゃんと上げてるんですけども、毛先までちゃんとマスカラをつけてないのでバサッとした感じに見えてないでしょ。でここでプラスしていきたいのは繊細さのあるまつげになりますので、そこで今のりがちょっと乾いてきたわよ。そう乾いてきましたら、まずこちらの11ミリというですね、これミリ数11、19、8というミリ数で変わってるんですけれども、まずはこちらの11ミリから使っていきます。これまた繊細だからね、根元だけをチュッと取っていくのよ。繊細なのよ。でこののりをね、のりをちょんちょんとつけますでしょ。ちょっと乾きがまだ鈍かった。これでも鈍いぐらい。もっとのりが硬いかもぐらいがちょうどいいの。で硬いかもぐらいの時にちょんちょんつけたらもう硬い状態でつけるから、そのままピュンってつければ OK。 すごいでしょ。乾かしてる間他の作業もできますもんね。でポイントなのはですね、上からつけるのではなく下からつけていきます。下からちょんちょこちょんちょこつけてくわよ。ふせやちゃんの場合はもともとのまつげがとても綺麗で長いので11ミリ全部いきます。じゃあこれで最後よ。こちらを元にチュンとつけていただいたら、もうチュン漬けで OK。 これ正面ご覧いただくともう目ん玉パッチリンコ、そしてつけまをつけたことによってスーパーナチュラルになってると思います。すごい。そうだからこれはですね、つけまイコール若い方がつけてらっしゃる方が多いなんて思ってると思うんですが、逆にですね年齢を重ねたミセス世代でまつげがちょっと少なくなってきてしまった方、もしくは細くなっちゃってちょっと生き生き感が足りないなっていう方はこれポイントでつけていただいてもとてもいいと思います。ここから先ほどのこちらのアディクションのマスカラを使って色をちょっと調整していきます。実はねバッサーとつけるんですけれど、バッサーとならないのがこちらのマスカラの特徴になります。そうボリュームはちゃんと出る、セパレートも美しく出るんですけれども、やりすぎ感が出ないっていう素晴らしいマスカラになるんですね。でこれをポイントなのはつけまつげは均一につけてるんですけれども、毛先はですねちょっとばらつかせるっていうのがポイントになります。ばらつかせるんですけれども均一に綺麗にばらついてるっていうのがポイントになりますので、あんまり一本一本綺麗にやりすぎますとこれはねちょっと純欲メイクっぽくなりますので、そうではなくスワイメイクの際にはこういったちょっと均整は取るけれども、バランスが取れてる、ちょっとね一番難しいパターンなんですけれども、でも大丈夫よ。このマスカラとつけまつげがあれば簡単にできるの。で正面これでホットビューラーつけていくわよ。ホットビューラーで最終フィニッシュちょっと整えていきます。もうすごいいい感じでしょ。見てちょうだい。おー、綺麗なまつそうげ。でもさついてるって感じしなくない？そう均整は取れているのにちゃんとばらついていて、つけまつげもちゃんとフルレングスでついてるのについてるって分かんないでしょ。こんだけ黒くてつけてるのに毛羽差が全くない。そうなのよ。そうこれがねポイントでございます。スワイメイクっていうのはですねパーツごとに全て主張がちゃんとあるんですけれども、全てのトータルバランスがマッチしてるということと、ちゃんとしてるのにちゃんと、抜け感馴染んでる感っていうのがある点がポイントで、ここで最後にね、こちら先ほどのキラメンコのこちらよ、これをさっとね乗せていきます。でポイントとなるのは結構ラフにポイントでちょんちょんちょんと、ラフに感じます。ちょんちょんちょんと、もう本当にザーッと乗せない、もうなんかザーッと乗せる感じで、一回目の下にもちょろんと、もうざっとね、あんまりラメの主張はしたくないのでこれもなんとなくざっと乗せるっていう感じでございます。これぐらい
そうポイントとなるのは、ラメの主張ではなくブラックのラインが前に立ってるっていうことがポイントになりますので、あくまでラメの質感はもう控えめにっていうのがポイントよ。はい。そうじゃあ次にアイブロウに行きたいと思います。はい。アイブロウは、ちゃんとした大胆なアイブロウ、少し太めな、ちょっとボーイッシュブロウに似てる雰囲気なんですけれども、そこでねストレートのボーイブロウにするとこれちょっとトゥーマッチ、太さがあるしっかりした眉毛なのに女性らしいという印象に作っていきます。そこで使っていくのがこちら、ジル・スチュアートのちょっとオレンジ味のあるタイプの、ブラウンのカラーを使っていきます、やっぱりこれよ、そういうアイブロウブラシ、そうこれを使っていけば何でも作れちゃうから。そうそうそう、素晴らしいブラシ。そうよ。楽しみだな。でこれをね2色ミックスしていただいたものを、せやちゃんのこの眉毛の中はですね少し、パウダーで少しふわっとしていきます。眉山から眉尻に向かってスッと、そしてこのままもうワンストロークでちょっとストレート気味にこうやって描いていきます。これちょこ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 やらずにざっと大きくね、アイブロウというのはこうやってワンストロークをちょっと大きくしていただきますと、ちょっと長めで太いアイブロウを描くときには描きやすいです。そしてさーっと大まかに描きます。大まかに描いた上からさらに足りないなっていうところからこういう感じでもう一度同じところを重ねていきます。でこれちょっとずつ濃くしていただくっていうのがポイントになります。こういう感じ、ちょっとずつ濃くなってってるの分かるでしょ。もうアイブロウを太く濃くする場合はですね、一発ではなく3回4回5回まで重ねていきます。重ねる際にはあんまりこすりすぎてはいけないんですね。こすりすぎると眉毛も濁ります。そう今3回目乗せてるんですけども、3回目の時にはこうやっていかないんですね。もう中すべて埋まっておりますので、3回目の時はパウダーをこうやってこすりつける感じでスッスッスッといきます。そう3回目からテクニックが変わるんですよ。こうパウダーを上からかぶせるような感じ。パウダーというのはですね、キメにフィックスさせるためにスススッとこうなじませていくんですけれども、それをやっていいのは2回まで、3回目以上こすりすぎてしまいますと、こういったダークトーンのパウダーは絶対に濁るんですね。そうなので3回目以降は、こういったパウダーはさすってつけていく。すごいでしょ。すごい変わってくるんですね、回数によって。全然違うわよ。いや眉毛をね主張されている方でよく見ると分かるのが、眉毛が主張されて素敵な人と眉毛が主張されすぎてて不自然な人っているでしょ。あれはもちろん形や色っていうのはあるんですけれども、色の質感なんですね。濁ってるっていう方、もう墨のようにね茶色が墨になっちゃってるんですかみたいな方たまにいらっしゃるんですけども、あれはこすりすぎです。そうなのよ。そうそうそう。色を足すときはくるくるくる、そしてぼかすときは綿棒でくるりんちょ。スーッとこうやってボケ足を効かせていきます。アイメイクとアイブロウをつなげないっていうのがポイントです。そしてポイントとなるのはこの眉頭のここの部分をふわっとぼかしてノーズにつなげる方たまにいらっしゃるんですが、かなり思考が古い状態になっておりますので、ここはもうトレンド感というところと時代感、ここをポイントで考慮すると、この眉頭の下の部分はちゃんとエッジを効かせて、この部分はこうやってエッジを効かせてちゃんとパーツ分けをするっていうのがポイントになります。素敵眉。そう太さ、そして強さがある、そしてエッジが効いてるのに素敵に見えるというのが、そう全体的にパウダーでふんわり描いたということと、濃さというところでは均一に描いてるんですけれども、このエッジはですね眉頭の下にしかつけてないんですよ。キュッとしてるでしょ。眉毛が独立してるのになんか顔の中に共存してる。そうなのよ。ここがなぜ今っぽく見えるかというとですね、一昔いや二昔いや三昔前ぐらいというのは、そう三昔前ぐらいは眉毛をなんかスーッと鼻筋につなげちゃうみたいなことあったじゃない、でもそれをやるから古く見えるんですけども、逆をするんですよ。この眉頭の下を逆にスーッとノーズに入れないでコンシーラーでパキッと独立させる。そうすると突然今っぽくなるの。すごいでしょ。そうよ。そうトレンド、そしてメイクのルックというのはですね、形だけにこだわるではなく、その形をつなげるかつなげないかによってもその雰囲気っていうのが変わってくるんですね。ということで、次はチークに行きたいと思います。はい、チークはですね、なんとスックのオレンジのカラーでございます。そう
オレンジのカラーを使う理由というのはですね、スワイメイクというのはですね、こういったオレンジ系のカラーで、ちょっとね太陽の日差しに似合うような雰囲気に落とし込むっていうのがポイントになります。日差しに似合うのに日焼けしてないよ風、ここの2つを絶対掛け合わせるっていうのがポイントになってくるんですね。アジア圏すべての要素を踏まえているっていうこともそうなんですけれども、欧米もうアメリカや、そっちはヨーロッパの雰囲気も全部ミクスチュアしてるっていうこと。欲張りなのよタイの国の方って。そうなのよ。世界中をものにできるんですね。そうなのよ。そうで、そこで使っていくのがこちらオレンジでございます。はい、そこで使っていくのはこちらよ。やはりチークブラシ。そうよ。そうなの。これをねちょんちょこちょんつけるでしょ。でもこれ実はですね、このままちょこちょこつけてしまってからさっとのせると透明感の高いベースに対してこのオレンジが結構パキッと効くんですね。なので直接いってもいいんですが、テクニックが必要になってしまいますので、これテクいらずでやっていただく方法というのは、先ほどのこちらアナスイのフェイスパウダーあるでしょ。アナスイのフェイスパウダー、これパープルなんですけれども OK。 このパープルのパウダーでパーッとつけますでしょ。こうやってつけていただいたら、ちょっと蓋とかでねこうやってやっていただいて、このパウダーがついたチークブラシにオレンジをつけていきます。でこれで手の甲でちょんちょんちょん、こうしていただくととっても簡単。そして乗せる方法としてはですね、やはり骨格矯正効果を狙っていきたいので、耳の横からスッと横に、そしてスッスッススッとスッスッス、こういう感じでスッスッスッス、正面うっすらなんですけれども、ちょっと日焼け風のオレンジ風に骨格矯正効果で小顔効果、ここの位置を狙っていただくのが正解です。そう、パーツごとに際立たせていくっていうのがポイントですが、チークだけは少し控えめに押さえていただくのが、日常に取り入れやすい秘訣になります。一回見てちょうだい、はい、もうここまでね素敵に仕上げた時に、このリップによってスワイ感がぐんとアップするっていうアイテムがあるんです、はい、そこで使っていくのがこちらナースのリキッドリップ、そう、このリキッドリップ今日ね2本使わせていただくんですが、なんてったってあなたこちらのカラー、このちょっとねヌードピンクみたいな、素敵なカラー。そう、これは実はですね日常使いにできるようなカラーなんですが、もともとせいちゃんのお口元はですね、ちょっとボリュームが少ないんですね。なのでこのボリューム感をアップさせるためにこちらを全体にのせていきます、はい、ざっとね。そうこのカラーはですねヌーディーカラーなんですけれども、少しねオレンジ味を含んでおりますので、黄身色の元々の肌に相性がいいということと、今日のねスワイメイクのお色味にとっても相性がよろしいです。こういう感じでちょっとね1ミリオーバーリップしていきます。リップライナーでオーバーリップではなく、こういったティントタイプのリップでオーバーリップをしていただくっていうのがポイントです。そう、オーバーリップでもねちょっとヌーディーカラーになりますので、こういう感じ。一回ねこうやってつけていただくと、少し時間を30秒ぐらい取っていただくとピタッとくっついてくるんですね。そうしたらもう一度のせていきます、はい、のせていくのは、上唇のこのオーバーリップの縁の部分をさらに強化したいので、ちょっとね丸みを持たせながら、こういったリキッドリップでオーバーリップっていうのはですね剥げてしまう可能性があるんですが、こちらのリップはティントタイプになりますので、こうねリキッドリップでオーバーしていただいて大丈夫なんですね。そうほってり。そしてポイントなのはリップライナーで縁取ってオーバーリップをするとちょっと違ったセクシーさが出るんですが、ティントリップでですねボリュームを持たせて軽やかにオーバーリップをした雰囲気のちょっと色っぽさの方がこのスワイメイクに相性がいいです。そうここが短く見えますね。そうなのよ、さすが人中短縮。そうなのよ。でここからポイントなのがですね、またこれ30秒ぐらい置いていただきますとピタッとくっついてくるんですね。ピタッとくっつきましたらこちらのですねブロンズのカラー、こちらのカラーを口元の中央にのせていきます。黄みがかった茶色はですねアイブロウのカラーにとても相性がいいんですね。このアイブロウのカラーとほぼ一緒のカラーになります。先ほど使ったこちらジル・スチュアートのこちらオレンジとこっちのブラウンをミックスしたようなカラーがこちらのカラーになります。このカラーを唇に、中央に合わせていきます。こういう感じで中央だけにさーっとグラデーションにするわけではないんですね。このブロンズのカラーが中央に濃くありながら、ベージュのカラーにつながってる感じで、こうリップをつけていただいたらポイントはですね、ここからこのそういうブレンディングブラシ、このブレンディングブラシでこの今中央とベースにつけたこの縁のね中央部分をさーっとぼかしていきます。
このそういうブレンディングブラシでリップをこうやってぼかしてあげると内側からじゅわっとした雰囲気になります。でポイントはですね、アイシャドウの時にはここを持つんですけれども、リップの時にはここを持ってください。そして細かくこうやって調整をしていきます。そうするとグラデではないんですけれども、なんとなくブロンズからちょっとヌーディー感が出てると思います。一回見てちょうだい。はい、さりげなく。そうなの。そうさりげなくアイブロウの色と合わせていくっていうのがちょっとオシャンティーポイント。そうけれどもチークのオレンジともとても相性がいいでしょう。本当だ。そうなの。全部計算よ。そうよ。そうなのよ。いいでしょう。そうここでさらに最後なんですけれども、最後のポイントはアイライナーでございます。今外側にシュッと切れ長にしてますでしょ。これをアイシャドウを球芯にも入れたようにブラックのライナーで球芯感をちょっとだけプラスしていきます。先ほど使いましたこちらデジャブのこちらクリームのアイライナーペンシル、このアイライナーペンシルを目頭のこのくの字のところ、このくの字のところにスーッと薄く狙えるのがね、このクリームペンシルの特徴なんですね。これぐらいこうしていただくと見てちょうだい、もうすごいわよ。うわ、これ印象変わるのよ。そうなの。さっきあんな濃く黒入れたのに薄くもできるんですね。そうなの。しっかり押さえながらシュッではなくシュ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 ッとこすりながらやっていただきますと、こういったちょっと陰影感のある雰囲気になるんですよ。スワイが溢れてるわ。目頭をちょっと入れるだけで全く印象変わるでしょ。これで完成よ。そうなのよ。でもまだまだこれでヘアスタイルがあるじゃない。そうヘアスタイルによってまたこのねスワイメイクの雰囲気が変わってきます。で今日はこういったスワイメイクが日常的に落とし込みやすいようにあんまり本格的にタイっていう感じではなく、日常でも落とし込める感じの雰囲気のナチュラルヘアにしていこうかなと思います。じゃあこちらにどうぞ。はい、完成しました。素敵よスワイメイク。いいわよ。こういったねパーツを際立たせたちょっと強めのメイクアップっていうのは日本に合わないかと思いきや、このテンションだったら全然いけると思わない？日常にも落とし込めるのにこう印象深いというか。そうなのよ。そうパーツが印象強いのにこんなに喧嘩しないんだって。そうなの。びっくりです。そうこれはね全てやっぱりバランスになりますので、全てのパーツを強くすればいいという問題ではなく、際立たせるところもあればつなげるところもあれば、コントラストを効かせるところもあればというような、そういった相性を合わせていく。そうすることによってこういったスワイメイクというテーマに合った雰囲気になっていきますので、皆様もねお料理をするようにメイクアップもはじめテーマを決めて、そのテーマを決めた上での色構成だったりとか配置構成をしていただきますと、簡単にこんなに素敵な個性を引き出すことができます。これも一つの個性。いろんなね今メイクのトレンドっていうのがありますけれども、そのメイクのトレンドの中でも自分がいいと思ったものをチョイスしていく。でチョイスした上でこのカラー構成だったりとかそのバランス感覚を養っていただくだけで簡単にこのメイクアップができるようになりますので、そうよということで、今日の動画がいいと思ってくださった方、このいいね高評価ボタン、そしてチャンネル登録をしていただきまして、下にコメントいっぱいいただけたら嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。またね。